皆さんこんにちは。お城へようこそ。今日訪れるのは愛知県小牧市にある田中砦です。羽柴秀吉と徳川家康の小牧長久手の戦いに出てくる砦です。早速ですがここで問題です。この砦に入場したことがない武将は誰でしょう？ 1. 羽柴秀吉、2. 蒲生氏郷、3. 加藤光康、4. 柴田勝家。正解は4. 柴田勝家でした。それでは早速お城へ行ってみましょう。田中砦は愛知県小牧市にある砦です。小牧長久手の戦いの際に秀吉方が築いた砦です。配置された兵力数は不明です。守備についた武将は堀秀政、蒲生氏郷、加藤光康などが守備につきました。田中砦は戦の際に古墳を用いて築かれたお城です。もともと3基の古墳があったようです。3基を合わせて三山古墳と言います。現在は2基が国道拡張工事のため消滅しています。小牧長久手の際に秀吉は馬房の土塁を築きました。岩崎山の南麓から田中砦、二重堀砦に至る24町にわたる土塁をわずか1日で築きました。1町が100メートルほどなので2キロほどの土塁をわずか1日で作ったという話です。どんな道具を使ったのか気になります。すき薬は手作業だとすると凄まじいスピードです。対戦する徳川家康も小牧山北麓から八幡塚に至る土塁を築いたようです。八幡塚は現在の小牧市東田中にあったと言われていますが、実際の位置は特定できていないようです。秀吉は小牧長久手の戦いの際に古墳を多く砦にしています。青塚砦も前方後円墳が利用されました。同じく秀吉型の砦である羽黒城も前方後円墳です。青塚砦と羽黒城については別動画を用意していますので説明は割愛します。概要欄に URL が貼ってありますのでぜひご覧ください。小牧長久手の戦いの際に田中砦を守備していたのは蒲生氏郷、加藤光康、堀秀政などでした。まず蒲生氏郷は近江出身の武将です。父親の蒲生片秀は織田信長が近江に進出するといち早く下り従いました。蒲生氏郷が13歳の時です。13歳の蒲生氏郷は信長のもとに人質として出され、わずか9歳であった信長の娘と婚姻します。岐阜に帰国しました。柴田勝家が北陸方面の司令官となるまで柴田勝家の与力として活躍しました。その後、攻めや伊勢攻め、信長に従って武田攻めなどに参加しています。武田攻めは信長の息子の織田信忠が武田氏を滅亡に追い込んでいるので、戦いはなかったようです。本能寺の変では父親の蒲生片秀は安土城の二の丸の留守を扱っていたようです。本能寺の変の返報を受けた蒲生片秀は信長の側室や子女を自身の本拠地の日野へ移しています。明智光秀は蒲生親子を陣営に招こうとしますが、蒲生親子は応じませんでした。明智光秀と羽柴秀吉の山崎の戦いでは戦には参加していません。しかし、日野に籠城し、信長の家族を保護しました。その後、羽柴秀吉と織田家の筆頭家老である柴田勝家が対立すると、秀吉に味方し、滝川一正方の伊勢亀山城などを攻めています。小牧長久手の戦いでも従軍し田中砦を守備。先祖伝来の日野から伊勢の松ヶ島城に移行されました。田中砦を守備していた武将2人目は加藤光康です。加藤光康は美濃出身の武将です。
斎藤達興に仕えていたようです。しかし信長に斎藤氏が滅ぼされると近江の国へ逃れます。信長は斎藤氏を攻める過程で加藤光康の活躍を覚えていたようで、木下秀吉の仲介で謁見します。そして秀吉の配下として召し抱えられました。その後、秀吉配下として転戦します。山崎の戦いでは明智光秀の本隊に攻撃を加え、明智勢総崩れのきっかけを作る功績を挙げました。小牧長久手の戦いでは犬山城の守備も行っているようです。加藤光康は面白い人物です。柴田勝家の与力だった佐々成政は、柴田が北の省へ敗走した時に秀吉に降伏します。小牧長久手の戦いでは羽柴秀吉方につくのですが、秀吉が苦戦していることを知ると反旗を翻し、秀吉の盟友である前田利家の領土を攻め始めます。小牧長久手が織田信雄、徳川家康が秀吉と和睦し、終戦しても佐々成政の反抗は終わりませんでした。加藤光康は佐々の追討戦に参加し、手柄を立てます。そして大垣城4万石を与えられました。この時、秀吉の直轄地2万石も管理を任されたようです。加藤光康はこの2万石を横領しました。後に許されるのですが、この時は領地を没収され、大和郡山城にいる豊臣秀長に身柄を預けられています。3人目の武将は堀秀政です。美濃出身の武将です。先祖代々、美濃赤鍋を領有していたようです。堀秀政もこの村出身です。13歳の時に織田信長に仕えました。その後は、信長の小姓だったようです。16歳の時に15代将軍に就任した足利義昭の仮の居所となる本国寺の伏見奉行を担っています。戦場においては信長の馬回りでしたが、柴田勝家、羽柴秀吉などの有力武将が信長の信頼厚い側近として一目置いていました。信長の側近でしたが、戦場でかなり活躍しています。天正5年の雑賀攻め、天正6年の荒木村重の謀反で引き起こされた有岡城攻め、天正7年の播磨攻めなどです。後に秀吉の三木の星殺しで有名になる三木城です。堀秀政はこの時三木城の市場を攻めています。天正9年には織田信雄の伊賀攻めに参加しています。そして天正10年、信長の武田攻めに従軍しています。この時は織田信忠が先に出陣し武田家を滅亡させてしまっていたので戦はなかったようです。堀秀政は多くの戦場に参加し、信長の側近ながらも柴田勝家などに信頼される人物でした。本能寺の変の際には堀秀政は備中高松城を包囲している羽柴秀吉への使いを命じられました。堀秀政は秀吉の陣に到着すると、秀吉の中国大返しに参加しています。明智光秀と羽柴秀吉の天下分けの戦いである山崎の戦いに参戦します。坂本城に戻ろうとする明智秀光と戦います。その後の清須会議では、織田家の跡継ぎと決まった三法師の森役となりました。静ヶ岳の戦いでは秀吉方として参戦。柴田勝家の本拠地である北の少女の攻撃に参加します。小牧長久手の戦いでは秀吉方として参戦しました。信長の重臣であった丹羽長秀が亡くなった後の越前18万石を与えられています。田中砦を守備した武将は他にも長岡越中守、長谷川東五郎などがいたようです。そして羽柴秀吉も田中砦に着陣しています。秀吉は長久手の戦いの後、龍泉寺砦に入城しました。秀吉が小牧山の家康の隊を知り、援軍に向かった時にはすでに戦闘が終わり、秀次隊などは壊滅していました。秀吉は日没となったため、一旦龍泉寺砦に入城します。この時実は、標的の徳川家康は3キロ先の小畑城に入城しており、兵士を休ませていました。秀吉はそれを知り、夜襲をかけようとします。秀
秀吉方の稲葉一徹は野州を戦闘と還元し、秀吉は野州を思とどまります。そして次の偽装攻撃をかけることにしました。秀吉は逆に野州をかけられないようにと一夜のうちに空堀を作らせます。一方、徳川家康は忍びを派遣しており、秀吉の動向をキャッチします。徳川家康は夜の間に庄内川を渡り、小牧山へ引き上げてしまったため、羽柴秀吉と徳川家康の対戦はありませんでした。秀吉は龍泉寺砦で家康の軍が小牧山に移ったことの知らせを受けます。秀吉は家康の兵を用いること神のごとしと称えます。そして、羽柴秀吉は徳川家康の後を追いかけ、龍泉寺城から田中砦へ移りました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のお城巡りは小牧長久手の戦いで用いられた砦、田中砦でした。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回のお城巡りは岩崎山砦です。ぜひご期待ください。